今日はごめんなさい、すっぴんなんですけど、マスクでちょっと隠してる。でね、妊娠後期についてのお話をしたいと思います。妊娠小初期と初期と、あと中期の動画を出したと思うんですけど、その続き、最終話ですね。で、今回も妊娠関連のキーワードがたくさん出てくるので、今はちょっとそういうね、キーワードとか聞きたくないなっていう方は、ここで切ってもらった方がいいかもしれないです。今がちょうど妊娠29週、もう予定日まで1週間切ってるんですね。あと5日ぐらいかな。なんでね、もう残り出産まではあともう本当に数日かなって感じなんで、ちょっと妊娠後期の話をね、記憶が新しいうちにまとめて話したいと思います。まずね、妊娠後期っていうのは、妊娠28週から40週までの間が、妊娠後期とされてます。つまり臨月とか生産期の時期も含んでます。そしてね、今日話すことは、私の個人的な、妊娠後期の、実体験というか感じたこと、思ったことなので、毎回言ってるんですけど、妊娠中って本当にもう個人差が大きいから、もう人ごとにも違うし、同じ人でもね、妊娠1回目とあと次2人目の妊娠とかね、それでも全然違ってたりするので、参考程度にある一例だと思って聞いてもらえればありがたいです。じゃあ私の妊娠後期どんな感じだったかをちょっとね、28週から追って説明していきたいと思います。ちょっと見ながらいきますね。まず妊娠後期入ってすぐの28週頃ですね。お腹なんですけど、完全に妊婦さんっぽいお腹になってきたかなって感じです。今まではね、服着てるとあんまりよく妊婦さんってわからないなみたいな、妊娠マタニティマーク頼りだったとこがあったんですけど、もうさすがにちょっとゆったりめ着ても結構お腹の膨らみがわかるぐらいの大きさになってきたかなって感じですね。でもね、私の場合はですよ、私ね、ちょっと小さめなんですね。多分みんなにもあれ小さいねってすごいもうみんな揃って言われたから、ちょっと小さめだとは思うんですけど、それでもちょっとわかるようになってきた。ここもね、個人差が大きいです。もう大きくなってる人はすごい大きくなってるから。で、ここでなんですけど、28週の時点で私ね、デベソになってることに気がついたんですよ。いや、もしかしたらね、もうちょっと前からなってたかもしれないんですけど、私が気づいたのが28週っていうだけで、完全なデベソじゃなくって、ちょっとね、あれポコって出てきたみたいな感じ。触ってもちょっとわかるぐらいのデベソになりかけてた頃ですね。で、しかもね、この頃から少し歩くだけでね、結構息切れしだすようになる。階段のちょっとした上り下りでも結構息切れしだしてね、体力がなくなったというか、なんて言うんだろうな、なんか疲れやすくなった。多分これね、お腹の重さじゃないんですよ。いや、お腹の重さ的にはね、正直そんなに重くない。これもう個人差なんですけど、お腹が重いとかじゃなくて、単純にやっぱりこの時期からは妊娠後期入ると一気に疲れやすくなったりとか、あんまり遠出がね、ちょっとしんどくなる時期だと思います。で、次、妊娠29週に入るとね、この頃なんかね、急に腰が痛くなってきて、仰向けで寝るのがすごいしんどかったんですよ。で、正直今そうでもないんですよ。今も妊娠中で後期なんですけど、なんかこの頃めっちゃ腰が痛くなって、5分ぐらい仰向けでいると、もうその後、仰向けでいる間はまだいいんですけど、ふとテレビとか見てて、やばい、今仰向けだと思って起きようとしたり横に変えようとして、痛たたたたたたみたいな、本当に腰痛ですよね。で、それが3週間以上は続いたのかなって感じですね。あとね、食べ物なんですけど、妊娠して食べ物の好みが完全に変わったんですね。なんかつわり中は完全にもう食べれるものがほとんどなくって、変わったどころか食べれないものだらけになってたのは、それはつわり中なんで当たり前だと思うんですね。前期のつわり。ただ、その後からつわりが明けてからもなんかね、好み変わってます。なんか明らかに違うのは、これ言ったかもしれないんですけど、パン屋さんに行くと、私絶対甘い菓子パンが好きなんですよ。メロンパンとかカスタードクリームパンとかあんパンとか、とにかく甘いパンが大好きだったんですけど、妊娠してからはもうつわり中もつわり明けてからもうお惣菜パンがすごい好きになって、サンドイッチだったりカレーパンだったり、上にソーセージ乗ったやつ、もう本当に買うパンの好みが完全に真逆になったというか、っていうかね、甘いもの自体がそんなに好きじゃなくなったんですよ。で、つわり明けてからまだ甘いもの食べれるようになってきて、29週後期入ってからその食べてなかった分急に甘いもの欲しくなって、また元のとぎもちの甘いもの好きに戻ったっちゃ戻った。でもやっぱりね、お惣菜パン好きは変わらないかな。でね、ここで次の週、妊娠30週に入ると、
ここでね、胃の不快感が強くなってくるんですよ。常にね、なんか胃が不快な感じ。特に朝起きた時と寝る前がかなりひどくなってました。妊娠の最初の方の食べつわりを想像してもらったらいいと思うんですけど、なんか食べると少しね、良くなるんですよ。でもなんか多分ね、空腹の時にちょっとしんどいのかな。でもね、食べ過ぎるとまたちょっと気持ち悪くなるっていう、だからつわりの、本当に初期のつわりの時と似た感じの症状で、胃の不快感、吐き気はないんですけど、胃の不快感がとりあえずこの頃から出てきました。あとね、この頃から帯同がね、頻繁になってきて、でね、尿意もトイレ行きたくなる間隔が短くなってきて、すごいトイレの回数が増えたんですよ。赤ちゃんが大きくなって子宮も大きくなってるから、上側の胃も圧迫されるし、下側のね、尿を溜める場所も狭くなってるしっていうのでね、溜めれなくなってるんですね。だから寝てる時も本当に2、3時間に1回は起きちゃう感じ。寝る前あんまり飲まなかったら、寝てから朝起きるまでに2、3回ぐらいのトイレで済むみたいな、そんぐらい。なんかこの頃ね、睡眠時間もすごいバラバラ。これは私だけかもしれないし、あんま関係ないかもしれないけど、なんかね、夜3時間寝て、昼2時間寝て、夕方過ぎに3時間寝てみたいな、変なね、なんか生活ルーティンにこの頃ちょっとなってた。1、2週間続いたかな、これが。まあね、幸いなことに里帰り出産なんでね、実家なんで、自由な時間に寝れる時に寝たらいいかぐらいでやってたんですけど、そんな感じで生活してましたね。あとね、なんかこの頃本当に胃の調子が悪かったのがなんかあったせいか、夜中に急にね、吐き気で起きて胃液を吐くっていう、なんかこうすごい苦しいね時がちょっとあったりもしました。それとね、この頃ちょうどね、急激なお腹の膨らみが始まります。なんかお腹の膨らみって人ごとに個人差すごい大きいと思うんですけど、なんかよく聞くのは出産から2ヶ月前、最後の2ヶ月間でラストスパートで急にブワーッと大きくなるっていうのは聞きました。なんかだから30週頃を超えてから一気にお腹が大きくなって、2、3週間前に会った友達また会ったら、なんかめっちゃ大きくなったじゃんみたいな。この頃すごい急に大きくなりましたね。いつの間にか大きくなってたから、いつの間にか歩き方ものっしのっしみたいな歩き方になってたっていうのも一つね、記憶にあるかなって一気に妊婦さんらしくなってきたかなと。で31、32は特に変わらずそんな感じで、お腹もぐんぐん大きくなってきて、で33週の頃になんかね、すごいちょっとしたね、買い出し、お母さんの買い出し一緒に行くのでスーパーに行ったら、なんかすごい息切れしちゃって、ちょっと買い物、本当に短いんですよ。1時間もかからずに帰ってくる買い物でめっちゃ疲れてた。なんかハーハー言って一人でベンチで休んでたんですね。ちょっと疲れやすくなってた。やっぱ30週ぐらいから一気に、30週じゃないな、20、後期入ってから疲れやすくなったのは確かですね。ただね、私よく言われるお腹の張りとか便秘とかむくみ、足がつるみたいな症状は一切なかったんですね。これね、本当に私自分でもびっくりで、絶対起きるからってすごい言われて、コメント欄でも皆さん書かれてる方、心配してくださる方多かったんですけど、私一切なくって、妊娠中期の動画だったのかな、でも話したと思うんですけど、肌トラブルも乾燥はね、急に始まったなって。私もともと乾燥肌じゃないんですけど、ちょっと乾燥っぽくなったけど、そこまで激しい乾燥肌にはならなかったし、ニキビとかそういうのもね、むしろ減ったかな。食生活がいいせいか、なんか動画撮らないからね、食べ物が良くなったせいか、すごくね、いろいろ改善された点の方が多くって、むしろ私は妊娠してからトラブルが減ったなって、肌に関しては。なんかお腹の張りがないっていうのがちょっと逆に心配なとこもあって、出産予定日の今もう5日前ぐらいなんですけど、まだ1回もね、お腹の張りがないっていうのが、あれ？出産予定日かなり超えちゃって、これ誘発剤っていうのかな、点滴してなんか陣痛を起こして産むみたいなことになっちゃう可能性が高いかなって私は思ってて、逆にそっちの方が心配してて、お腹のね張りはね、ある程度後期来てその生産期近くなってくると、もう適度にある方が、前駆陣痛っていうね、陣痛の予行練習みたいな、そういったのがお腹の張りとなんでね、ちょっとあった方がいい時期もあるんですよね、実はこれ。あんまり早い時期にお腹の張りがあるのは良くないと思うから、もし張ったらね、早めに病院行くといいと思うんですけど。で、34週、マイナートラブルがピークにと
聞いていたんですけど、さっきも言った通り、さっき言ってた胃の不快感と、あと腰痛以外は特に何もなかったですね。ただお腹は日に日に大きくなってるかなっていう感じのぐらいかな。ただお腹も大きくなってるんですけど、なんかね、よくネットとか見てたり、テレビとかで妊娠中の話とかしてるの聞くと、旦那さんに靴下履かせてもらったとか、足の爪が切れないとかよく聞くんですけど、私余裕で靴下自分でしっかり履けるし、足の爪も切れるし、多分ね、お腹の大きさの違いなんだと思います。これもね、個人差がすごく大きいです。だってインスタグラムとかで妊娠何週ってハッシュタグでね、検索したりすると出るじゃないですか。お腹の写真載せてる方が。同じ週数なのにこんな大きいのっていう人が山ほど出てくるから、多分もっと本当は大きいんだろうな。お腹がもう本当に膨らみすぎて、血管がもうバキバキに入って、妊娠線バキバキに入っての人いるじゃないですか。あれぐらいにならなきゃやっぱ出産にならないのかなというか、あれぐらいがいいのかなっていう感じなんですけど、私全然そんなことなくって、つるんとした普通のお腹で膨らんでるだけみたいな感じだし、だからこそ妊娠線がまだ全然ないっていうのもあるんですけど、そこはいいけど、やっぱちっちゃいのちょっと心配になりますよね。多分ね、ちっちゃいお腹でちょっと心配してる方多いと思います。私もそのパターンなんで。で、次、妊娠35週飛んで36週になりました。この頃はね、みんなにお腹が小さめだと言われてすごい心配する時期ですね。もうこれは病院の先生にもね、相談して、なんか別に大丈夫だ、それは気にしなくて個人差だからって言われたから、いいっちゃいいんですけど、ただね、胎児が平均よりもね、平均のグラフがあるんですけど、このグラフ内で平均より下に外れちゃったんですね。推定グラム数が。だから、この頃に、もともと産む予定だった家の近くの個人病院さんから NICU のある大病院さんに転院になりました。やっぱりね、NICU で保育器とかいろいろね、いろいろ緊急に対応のできる病院じゃないとちょっと赤ちゃんのサイズ的に厳しいってことになって、紹介状を書いてもらって、そっちに私は移動になりました。結局韓国でも産婦人科さん2つ行ったし、日本でも2つ産婦人科さん行くことになって、今のところ1回の出産なのに4つの病院に行ってますでもいろんな体験ができて、ある意味ね、経験としては良かったのかなとも思ったりですね。で、ここから大きな病院での検診に、もう妊娠36週ですよ。かなりもう臨月近づいてる時に転院になっちゃって、仕方ないんですけど。でね、ここでちょっと36週の時に肌トラブルについてなんですけど、それまで少しの乾燥以外は特に何もなかったんですけど、急にこれちょっとお見せしよう。これ今もなんですけど、ここわかるかな？ここシミが出てきた。ちょこっと、そんなに激しいシミじゃないけど、うっすらね、シミが出てきたんですよ。なんかこれちょっとさらっと聞いてみたら、妊娠中できたシミって、ある程度出産終わったら元に戻るから安心していいよって結構言われたので、大丈夫らしいんですけど、ちょっと気になるなと思って、なんか本当に気になったから一応ね、これを人気のやつ調べて、メラノ CC、シミ集中対策美容液、これちょっと使ってます。使ってるけどね、今のところは変化なし。今使い始めてもう3週間ぐらい経ったかな。いや、もしかしたらもっと濃くなるところがこの程度で収まってるだけかもしれないけど、なくなってはない。しっかりここにシミが、こことね、この辺と、こっちもこの辺と、この辺ちょっと出てきた。びっくりしました。でもなんか、出産後はなくなってるらしいから、それに期待。で、ここでね、妊娠37週、胃の不快感が急になくなりました。多分、これってなんか胃の不快感がなくなった時って、赤ちゃんが降りてきた頃って言われてるんですね。赤ちゃんが、臨月とか生産期に入ると、子宮の下の入り口みたいなところに、スポッと頭が入って固定されるから体動も減ったり、胃の不快感もね、赤ちゃんが降りる分胃がちょっと楽になってスペースができて不快感なくなるっていう話を聞いてたんですけど、でもね、私の場合体動はしっかりあるから、多分これ37週って37週から臨月に入るんですけど、多分赤ちゃんはねまだ降りてきてないから、単純に胃の不快感がなくなっただけなのかなとも思うんですけど、なんかね、赤ちゃん降りてきたら見るからにね、お腹の形が変わるそうですよ。お腹の膨らんでる部分が下に降りる、下の方になるらしいです。あと恥骨が痛くなったり、太ももの付け根やね、痛みも妊娠出産が近くなるとそれ兆候で出るっていう話なんですけど、私はまだないんですよね。
で、妊娠38週、出産予定日の2週間前となりました。もう完全にね、38週からは、生産期に入ります。いつ陣痛が来てもおかしくないし、いつ生まれてもおかしくない時期ですね。この時期なんかね、頭痛が急に来て、これ妊娠と関係ないのかもしれないけど、私もともと片頭痛持ちで、頭痛がひどかったからね、でもなんか妊娠して中期後期あたり、あんまり頭痛が来なくって、結構それに関しては快適な暮らしを過ごしてたんですけど、38週で急にね、なんか朝起きた時と寝る前で頭痛で苦しみ出しました。これはまた関係ないんですけど、38週ラストね、残り2週間になって、韓国で処方されて持ってきてた鉄分がね、急に切れちゃって、日本で買ったんですよ。日本の病院の方、産婦人科さんの方で処方して出してもらったらね、値段にびっくりした。もう断然日本が安い。韓国で買ってた鉄分、日本で買った鉄分の値段3倍ぐらいしたんですね。ただかなりここ写真出てるかな。日本の鉄分の方がちょっとなんかすごいシンプルな感じ。赤い粒みたいな。これね、便がすごい黒くなるからびっくりしないでねって薬局の方で説明薬剤師さんに受けたんですけど、確かにね、便が黒くなってちょっとびっくりした。でも鉄分の影響なんで問題ないそうなんですけど、はい。私は鉄分をね、飲んでますね。なんかでも鉄分が足りないわけじゃない方は、なんかこの頃でも結構妊娠中とあと授乳期、妊娠終わって産後も葉酸飲んでる方が結構多いから、葉酸は結構飲むといいかもしれないですね。特に他に指示がない方とかは。あとね、38週入ってから織物すごい増えました。それまでも織物比較的多いなとは思ってたんですね。妊娠後期入ってから。でもそこから38週で急にまた増えて、妊婦検診で言ったら、ナプキン間に合わないぐらいですかって言われて、いや、そこまでではないなと思って、私ちょっと間に合わないぐらいの人いるのか、織物がと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、多分破水と間違えてないかなっていう疑いをかけられたというか、そういう疑いがあったのかなと思ってそう言って聞いたのかもしれないですけど、ナプキンが間に合わないとかそんなレベルではないです。全然普通に気がなくても多分いけるっちゃいけるぐらいの量だけど、多くなったなみたいな感じの変わりましたね。で、メモしてるのはここまで38週までなんですけど、今現段階で妊娠39週です。でね、昨日行った妊婦検診で、赤ちゃんの推定体重が、2300g だったんですね。やっぱ小さいですよね。出産予定日の5日前なのにまだ2300しかないから、で NICU の保育器に生まれてから入れなきゃいけない基準としてはやっぱり2400はないといけないらしいから、とりあえずね、出産までに2400になるかならないかちょっと微妙なとこだなって感じで、ただ推定は推定なんでね、生まれてみると意外と大きかったじゃんみたいな場合もあるらしいし、あれちょっとちっちゃかったなやっぱりみたいな、ちょっと推定は本当に推定だからわからないんですけど、そこはちょっと心配だけど、もしかしたらね、生まれてすぐ NICU 入らなきゃいけないかもしれない。そうなってくると母子同室もできないしね、ちょっと悲しいというか心配が大きいんですけど、でもとりあえずね、タンパク質のあるものいっぱい食べて、赤ちゃんの栄養になりそうなものをいっぱい食べて頑張ってます。こんな感じでちょっとどうなるかなっていうか、もう努力するだけのことは残りして、後悔ないようにね、しっかり元気な赤ちゃんを産みたいと思います。以上、とぎもちの妊娠後期のお話でした。